1987年にワールドチャンピオンになったネルソン・ピケですけども、この年のピケは大きな問題を2つ抱えていました。1つ目はセッティングデータをマンセル側にコピーされてしまうという問題。2つ目がサンマリノグランプリでクラッシュしたことによって体に大きなダメージを負ってしまって後遺症を背負っていたという2つの問題がありました。そういった問題に対してどうやって対処していったのか、レースエンジニアのジェームス・ロビンソンさんの発言から解明したいと思います。まず最初にそもそもピケは車をどうやってセッティングをしていたのかというところから見ていきたいと思います。1、開発能力がないとされたピケ。世間やマンセルからはピケは怠け者でマシンを開発していないと言われることもあった。ロビンソンはこれを明確に否定。ピケの異次元のセットアップ能力を絶賛している。87年当時、ピケはこのように見られてたんですかね。とにかくこういう声があったんでしょう。だけど、レースエンジニアのロビンソンさんは否定していて、ピケのセットアップ能力を絶賛していると。セットアップの天才。ピケは金曜日のフリー走行が始まると、わずか3、4周走っただけでマシンの問題点を見抜き、ここを直せと的確に指示を出した。そしてエンジニアがセッティングを変更している間、ピケはパドックのモーターホームで平然と昼寝をしていた。グランプリウィークが始まってフリー走行をたった3周か4周走っただけでもう問題点が分かっちゃうんですね。で、どこを直せっていう指示を出してピケは寝てたと。フリー走行を最初に3周か4周ぐらいしかしない。こういうとこからピケは怠け者って言われてたんでしょうかね。ここにモーターホームで寝てたって書いてありますけど、ピケが寝てる写真はさすがにないだろうなと思って探したら、もちろんモーターホームの中は撮れないのでないんですけど、ピケがマシンの横で寝てる写真があったんですよ。それを掲載したかったんですけど、コピー不可になってたので貼り付けられないんですけど、セッティングを待ってる間なのか、どういうタイミングなのかわかんないんですけど、車の横、だからもちろん屋外なんですけど、ピケは堂々と寝てるんですよね。おそらく車が直ったら起こしてくれみたいな感じで待ってたんでしょうね。まずほんのちょっと走っただけで車の直すべき場所を分かってちゃんと指示が出せるのがすごいっていうことと、車の真横なんて普通落ち着かないですよね。そんなとこでぐーぐー寝れてしまうピケの神経の太さというかね、自信の強さというか、それにも私大物ぶりを感じました。で、改めてロビンソンさんはこのように言ってます。ネルソンが怠けているように見えたのは、彼が一周の中でマシンの全てを把握できるほど、信じられないほどスマートだったからだ。彼は無駄に周回を重ねてタイヤやエンジンを消耗させることを嫌った。ナイジェルが100周走って見つける答えに、ネルソンはたった5周でたどり着いたんだ。ピケさんのマシンの分析力はすごいんですね。で、さっさと分析してしまうので、無駄に車を走らせたくないと。確かに周回を重ねるほどエンジンも傷むし車だって傷みますよね。で、ロビンソンさんの目から見たら、マンセルが100周走って見つけることをピケだったら5周で見つけちゃうと言ってますね。本当にこの数字の通りかどうかは別として、それぐらいピケの車に対する分析能力っていうのはすごいんですね。次に、セッティングデータをコピーされるという件についてですけども、2番、1987年、チーム分裂状態の情報隠蔽合戦。ピケとマンセルの激しい王座争いにより、チーム内で凄まじい冷戦が起きていた。この年のチャンピオン争いは、ウィリアムズのピケとマンセルの戦いでしたから、チーム内で凄まじい冷戦が起きてたと言ってますね。マンセルにデータを渡さない作戦。ピケは自分が苦労して見つけた早いセッティングのデータをテクニカルディレクターパトリック・ヘッド経由でマンセルに盗まれると激しく警戒していた。セッティングデータをパトリック・ヘッドさんが持ってしまうことによってそこからマンセル側に情報が流れていってしまうということなんですね。それをピケは警戒したと。そのためピケとロビンソンは意図的に予選やレースの直前、それこそグリッド上にマシンが並ぶ最後の最後まで本当のセットアップ変更をパトリックヘッドやマンセル側に教えない、隠すというゲリラ戦術をとっていた。本当の最終的なセッティング、その最後のセッティング変更をギリギリまで教えない、チーム側に出さないということでしょうね。という作戦をとっていたと。まあギリギリ最後に出せばさすがにコピーされる時間はないということですよね。でも根本的に
ここで思うのが、マンセル側がどれぐらいの頻度でコピーしようとしてたかはわかりませんけども、ピケのセッティングデータをそんなに見たがったってことは、ピケのセッティングっていうのがよっぽど上手いってことですよね。で、ピケとマンセルはドライビングが全然違うはずなのに、マンセルのドライビングにも適用できるほどいいセッティングだっていうことですよね。一番目に紹介したピケが3、4周走っただけで車の問題点を把握してセッティングの指示を出してくるって話がありましたけど、しかもそれがただ単に分析が早いだけじゃなくて、極めて正確、しかも乗りやすいマシンになるというセッティングだったっていうことでしょうね。まあそういったことを考えると、この86年、87年時点は、マンセルよりもピケの方が、トータルではかなり優れたドライバーなんだなという気はします。そのことについてロビンソンさんは、ネルソンと私は本当のセッティング変更の書類をわざと手元に隠し、セッションが始まる直前にメカニックに直接指示を出してパーツを変えさせていた。チームのトップであるパトリック・ヘッドは我々がデータを隠すことに激怒していたが、ネルソンは俺のデータだ、あいつに簡単に使われてたまるかと絶対に譲らなかったよ。まあそりゃそうですよね。自分が考えて作ったセッティングデータをマンセルに使われちゃう理由がないですよね。で、あとここで思うのが、パトリック・ヘッドが怒ってもピケとロビンソンさんはデータを隠してたっていうことですけど、ピケはチャンピオンドライバーなのでそこまで強気に出てしまうのもわかるんですけど、ロビンソンさんはこの時まだまだ若いですけども、そういった周りの状況には動じないできちんとピケのことを守ってたんですね。ロビンソンさんが技術的に優れたレースエンジニアっていうことだけじゃなくて、立ち振る舞いとしても本当に一流のレースエンジニア、そして自分のドライバーピケをちゃんと守るということをしている。それが素晴らしいなと思います。で、あと次はピケにとっては大きな問題だったこの3番です。イモラでの大クラッシュと執念のタイトル。第2戦サンマリノグランプリの予選でピケは超高速コーナーのタンブレロで大クラッシュ。頭部を強く打ち、レース出場を見合わせた。予選でクラッシュしちゃったんで、このレース出なかったんですよね。で、頭部を強く打ったと。で、これがこの後問題を引き起こします。ロビンソンさん曰く、あの事故の後、ネルソンは深刻な睡眠障害、不眠症と距離感が狂う視覚の異常に何ヶ月も苦しんでいた。私にもその事実を隠そうとしていたが、データを見れば彼が以前ほどコーナーに深く突っ込めていないのは明らかだった。体がおかしくなってしまったけど、ロビンソンさんにすらそれを言わなかったんですね、ピケは。とにかく自分の不利な状況を誰にも知られないように口を閉ざしていたということなんでしょう。だけどロビンソンさんはデータで分かってしまうから、ブレーキングが前ほど深くない、やっぱり視覚に異常があるんだなっていうふうに理解してたということですよね。それでも彼は体調が完璧ではない中で、どうすればマンセルに頭脳戦で勝てるかに全てを集中させ、最終的にチャンピオンを取った。純粋なスピードの限界値ではマンセルが勝っていたかもしれないが、レースを支配する知性において、あの年のネルソンは圧倒的だった。前回紹介したアクティブサスの開発もこれに含まれるんでしょうね。自分の体に異変が起きてしまったので、何か違う部分でマンセルを上回る、もしくはマンセルにプレッシャーをかけなくちゃいけないっていうことで、いろんなことを考えたんでしょうけど、その中の一つがアクティブサスの開発を進めて、技術的にアドバンテージを得ると。で、イタリアグランプリで勝ってみせることによって、マンセルに対してプレッシャーをかける。とにかくレースを支配する。1年間のチャンピオン争いにおいて優位に立つという、そういう駆け引きについてはピケの方が圧倒的に強かったんでしょうね。ロビンソンさんから見てもそうだったということなんでしょう。87年のネルソン・ピケがチャンピオンにふさわしい本当に優れたドライバーだったということが、このロビンソンさんから話でよくわかるんですが、やはりそれと同時にピケを支えるロビンソンさんがいて、技術的にも精神的にもドライバーであるピケは安定して戦えたというのはやはり間違いないと思います。これまでピケの王座獲得についてロビンソンさんの情報は全く聞いたことはありませんでしたけども、非常に重要な役割を果たしていると思います。まあこの後91年ロビンソンさんがセナのレースエンジニアになった時に、その時もチャンピオン争いの相手はマンセルで、ロビンソンさんはマンセルの欠点をよく知っているから、それを含めて作戦を立ててたようなので、この87年の経験が大いに役立ってるんですね。だから87年と91年の
チャンピオン獲得にロビンソンさんは貢献してますので、隠れたホンダエンジンのチャンピオンメーカーっていうんですかね。本当にそう言っていいぐらいホンダエンジンのチャンピオン獲得に貢献してると思います。まあそんな感じでロビンソンさんの発言からネルソン・ピケの凄さとロビンソンさん本人の凄さを解説しました。ロビンソンさんはこの後アローズでレースエンジニアをしてマクラーレンに移って、さらにその後ウィリアムズに戻る、さらにその後 BAR ホンダに行くんですけども、そういった移籍先でも今回紹介したようなレースエンジニアとして素晴らしい仕事ぶりがあるんですけども、ロビンソンさんの動画は今回で一旦終わりにします。理由は再生回数があまりに少ないからです。私としては見てくれてる皆さんに対してもすごいいい内容を紹介してると思ってるんですけども、あまりに再生回数が低いので一旦やめにします。でも何かの形で必ず紹介します。今回はここまでです。いつも高評価、コメントありがとうございます。コメントも本当に皆さん濃いコメントしてくれて本当にありがたいです。チャンネル登録されてない方いらっしゃいましたらぜひお願いします。皆さんの高評価、コメント、チャンネル登録があって私の動画はそれによって他の人におすすめ表示されているというのが YouTube の仕組みですので、皆さんから評価をいただけないと全く誰にも表示されない動画ということになってしまいます。なのでぜひよろしくお願いします。はい、また次回頑張ります。